Good day! 皆さんこんにちは、なーこです。本日はただの購入品紹介じゃありません。ジブリパークで思い出を連れて帰る私のジブリ愛を爆発させた戦利品です。ぜひ最後までご覧ください。まずはどんどこ森のグッズから紹介していきます。こちらジブリパーク限定のどんどこ森思い出どんどこ堂の置物になります。トトロです。どんどこ森にいるトトロのデザインが表裏にあって、でこの底にチャームが5種類あるんですけど、そのうちの1つが入ってますよっていうことなので、早速開けてみようと思います。この中だったら瓦かどんどこ森アーチが欲しい。緊張の瞬間、早速開けてみます。嘘、見て、どんどこ森のどんどこ森アーチ、イエーイ、お目当てゲットしました。嬉しい。チャームと一緒に何か入ってました。どんどこ森の地図ですね。トトロのお守りも購入しました。何種類かデザインあったんですけど、獅子神様かこちらのトトロか顔なしかで悩んで、獅子神をね、すごいねかっこいいデザインだったんですけど、せっかくどんどこ森なのでトトロにしました。ジブリパーク店で銭バーと顔なしのカバンを買ったんですよ。なのでそこにつけようと思います。どんどこ森の手ぬぐいです。可愛くない？デザインこんな感じ。これは春夏春冬デザインがあって、私たちが行った時は夏と秋は購入できたんですよ。なので今回私はトトロのがっつり入っているどんどこ森をデザインの手ぬぐいを購入しました。使うっていうよりも飾るっていうので買いましたうちの親はこういうのを額に入れて飾ってるんで、ちょっと私も頑張って額探してみようと思います。どんどこ森グッズは以上です。ロタンダ風の丘でも購入していて、これは旦那さんのものなんですけど、開けていいよって言われてるので開けます。スタジオジブリって書いている入れ物、この上にこの苔を置いて小玉を乗せるという旦那さんずーっと観葉植物探してたんですよ。なんでついに本命が見つかったらしくって、それがこの小玉苔鑑賞セット。トレイの上で陶器の小玉を添えて表情を変える苔を鑑賞しますという。ここはね、ゲートなくても行けるところです。青春の丘の地球屋の中で買えるグッズを紹介します。地球屋の横にポストがあるんですよ。でそこからハガキとか手紙とかを郵送すると限定のスタンプを押してもらえるっていう。ポストカードが種類あって、そのうちの4種類は地球屋の外にある猫の事務所、壁紙に飾られている4種類の絵画のデザインがあったので、私たちそのうちの一つのこちらの彼女さんのポストカードを買いました。今ちょっとここにないんですけど、ここの切手を貼って送りました。これもジブリパーク限定10種類の切手があります。耳をすませばが大好きな人だったらはーって興奮するデザインばっかりですよね。この2人がいるのもエモいですよね。この2人もこの地球屋の中で時計があるんですよ。で30分ごとに時計が鳴って2人は出会えるシーンが見れるので、ぜひその時間帯に行かれるのがいいかなと思います。地球屋に入って右手にスタッフさんがいらっしゃるので、そちらでポストカードとこちらの切手を購入できるので、ペンも貸してくださるんですよ。なのでダイニングテーブルかもしくは外にあるベランダの机で買えるので、ぜひ思い出に買って送ってみてください。次はジブリ大倉庫店で購入したものを紹介します。こちらのどんどこ森でトトロがもういやって言って木が生えてくるじゃないですか。そのシーンのこちらの湯飲みを購入しました。ジブリパーク限定じゃないです。可愛くないですか？結構大きいの。これが特に好きキ
ちゃんとトトロって書いてます。結構軽いですね。そんなに重くない。メイドインジャパン。ただ可愛くて購入しましたそしてこちらもジブリパーク限定ではないんですけど、旦那さんがずーっと探してたものなんですよ。こちらがこちら、グーチョキパン店のパンヒースです。なんと残り1点。なんか店舗になくって、こちらありますかって聞いたら箱潰れてるんですけど中身は無事ですって言われたんで、あ、いいです、買いますって言って購入したものです。私も興奮しちゃった。お、ちょっと重ため。魔女の谷にもグーチョキパン店があるんですよ。そこにも飾られていたリースです。かわいい。お届け物いたしますのキキのグッズも入ってます。かわいい。ちゃんとねリボンがあるのがかわいいですよね。宅急便好きにはたまらないですよね。そして魔女の谷に行って沖ノ亭に行ったんですよ。でそちらで営業を運よくしていた紅茶の試飲ができるスペースで購入した紅茶です。ここに魔女の谷って書いてますよね。これは魔女の谷のお便り茶、沖ノ亭のメローブレンドのバタフライピー、ヒソップ、ラベンダーは紅茶が入っていて 2g2 袋入っているものになります。こちらお湯でも飲めるし水出しできるんですけど、なぜお便り茶というと、じゃん、こちらに手と住所を書くことができるはがきのようなデザインになっています。キキのお母さんって感じですよね。こちらも4種類あって、私たちが飲んだのは黄色いものだったんですけど、旦那さんはこちらのラベンダーで癒されたいということでこちらを購入しました。こちらも営業している時と営業してない時があるので、ぜひ沖ノ亭を出てこられたところで販売されているので、ぜひ試飲してみてください。とっても癒される沖ノ亭のお母さんのコキリさんのお部屋のような優しい雰囲気の紅茶が飲めます。そして最後は13人の魔女団のグッズを紹介していきます。のお部屋にも置いてあるグッズなんですけど、こちらの黒猫のマグカップ、旦那さんが購入しました。結構軽いですね。キキがスーパーで自分の日用品を購入するシーンがあるんですけど、そのデザインのマグカップになります。こちらがグーチョキパン店の上にキキのお部屋があるんですけど、そちらのキッチンに飾られているので、ぜひ行かれた方は見てみてください。魔女の宅急便フレンチというデザインの水筒になります。こちらに知事がいててデリバリーサービスしますよっていうデザインがあります。こちらも何種類かあったんですけど、デザインのものを旦那さんは選びました。可愛いよね男の人でなかなかこれ使う人いないと思うんですけど、とっても可愛いと思います。こちらに息子もいます。会社で使うんだって可愛いでしょ。こう私が一目惚れして購入してしまいました。メイクポーチです。こちらも魔女の谷ジブリパーク限定のグッズですね。このパークがあるのはジブリパーク限定のグッズですね。こちらが魔女の谷にメリーゴーランドがあるんですけど、こちらのデザインになります。キキのデザインがあって、そしてこちらには荒地の魔女の乗り物もあって、かなり豪華なヤックルのデザインもあります。これもね、パッと見た瞬間に可愛すぎると思って 2,3 周して、やっぱし欲しいって言って買ってもらいました中身はこんな感じになっています。メイクポーチってなってるんですけど、私0歳の息子がいるんですよ。その息子のグッズをちっちゃいポーチに小分けにしてたので、こちらに一気にまとめようと思います。メイクポーチ以外でもしっかりと容量があるので使い勝手がいいなって思います。しかもここが三角屋根になってるので、ちょっと容量がその分あるのもいいなと思うんですけど、やっぱしこのデザインが可愛い。こちらのメリーゴーランド、息子と乗ったんですよ。初めての息子のメリーゴーランド、もうねすごい喜んでくれて、すごい可愛かったので、とっても思い出のあるものを形に残せるのも素敵だなと思って、とても嬉しいです
ジブリパークの Vlog もありますので、そちらもぜひご覧ください。もうね、素敵でしたよ。もうジブリ好きとしてはもう全てが繊細に作られていたので、とっても楽しい旅行になりました。そして最後、おまけといってもなんですが、レゴランドのグッズも紹介します。フラワーブーケットのレゴになります。綺麗じゃないですか。こんな感じでブーケとして飾れるものになるんですけど、756ピースでできるボタニカルコレクションを購入しました。今ちょっと息子がいるので、赤ちゃんなので生花がちょっと飾れないんですよ。でも私すごいお花が好きで飾っていたいタイプなので、ちょっとこちらのレゴで大人っぽく遊び心のあるブーケをお家に飾ろうと思います。私の今ワーキングスペースの机がパソコンぐらいしか置いてないんですよ。なのでそちらに花を添えてもらおうと思います。ということで購入品紹介でした。いかがだったでしょうか。ジブリパーク限定のグッズはもう手も込んでいますし、可愛いのはもちろんなんですけど、ジブリパークに行った思い出がギュッと形に残せるのもとても素敵だなと思いました。こちらのジブリパークの思い出とレゴランドの思い出を大切にお家に飾って使っていこうと思います。本日の動画はこちらまでとなります。この動画を見て、ジブリパーク行きたい、この商品かわいい、参考になったよって思ってくださった方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。またジブリパークのお写真もインスタグラム等で載っけていますので、その他 SNS フォローもよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。 See you soon! バイバーイ。